全部こう断ち切って自分の内側に入っていく。瞑想の聖地インドで修行者1億人の頂点に立つ史上初の女性、ヨガの母ヨグマタ相川恵子が送る人生の羅針盤。今回のテーマは、こんにちは、ヨグマタ相川恵子です。今日は静寂についてお話をさせていただきます。私はね、まさに静寂を作る皆さんにそういう機会をね与えてるんですね。2泊3日の合宿とかね、1週間の合宿で自分一人の部屋にねこもっていたとしてもね、携帯電話を持ったりしてどうしても見てしまうってね、そういうものも全部取り上げてね、全部こう断ち切るっていう、それくらい思い切ってやらないと変わらないんですね。情報を断ち切る、ね、私はヒマラヤに修行に行ったわけですけれども、ヒマラヤは電波も通じませんからね、電話かけるところもそんなにないので、それからバッテリーっていうのがなくなっちゃいますから、こう電気が来ていませんのでね、そこまでねいかなくても皆さんをこうリセットをするのにね、こう全部こう断ち切って自分の内側に入っていく。自分の内側に一体何があるのかって、私たちの心っていうのは、ね、海に例えられるんですね。海のこの表面っていうのはものすごく波立っているでしょ。みんなこう上手に波乗りしてるんですけども、いつもこう揺れているわけですよ。揺れていて静寂じゃないわけですね。それをこう深く入っていくと、そうするとこう底の方はねこう動かないでこう安定していてね、そしてパワーが満ちていてね、そこからこういろいろこうね波が作られていくんだと思います。その深いところにアクセスするっていうのが瞑想なんですけど、その中間のところに潜在意識っていうね、そこにいろいろな記憶があったりね、いろいろなエネルギーが混在しているんですね。例えば意識が現在意識でね、こういろいろ心が想像しく動いていてね、それで眠りに入ると今度はこう夢を見ますね。そこにはこう記憶があったりね、いろいろ感情の残骸があったり、潜在意識の働きがあってすごく夢を見る、そういうところなんですけど、さらにその奥のね意識っていうのがね、トゥーリアっていうんですけど、そういう意識にまでもね入っていく、それが深い瞑想なんですけれどね。でその潜在意識のね記憶とかね、感情の残骸とか心の残骸、こう悔しい思いとかね、あるいはいろいろ学んだ知識とかね、そういうものを整理整頓して純粋にしていくっていうのがヒマラヤシッタ瞑想。そこのところね、きれいにいいこう波動によってねこう清めていく。そうすると順に静寂になってね、そして変容をして、さらにこの根本にね源の存在っていうのがあるんですね。それは神とも言われる存在、あるいはスーパーコンシャスネスと言われる純粋意識と言われる存在なんですけれども、インドのサンスクリット語でブラフマって言われる、そういう存在までにも行って、そこと一体になっていくね。でそれを体験するとこう戻ってきた時にですね、いろいろなものにこうリアクションしないでね、そしていつも平和を保っていくことができるんですね。そこまでできなくてもそこにつながることでね、自分の心に振り回されない、感情に振り回されない、いろいろなこう欲望にね振り回されない。でやっぱりこう休息を取るってね、今これを手放してちょっと休息しよう、今にいようっていうね。真のヨガ瞑想を通して100万人以上に愛と平和を伝えてきたヨグマタ相川恵子に学ぶヒマラヤシッダー瞑想目覚めのセミナーを開催中。 LINE 登録するだけで完全瞑想ガイドをプレゼント。詳しくは概要欄から。
日光とかに見ざる言わざるね聞かざるっていうね、そういうお猿さんの彫物があるんですね。それはインドにもともとあったね、そういう物語なんですけれども、やっぱり感覚をこうコントロールするっていう、私たち今情報が入ってきすぎて、目からも情報が入ってきて、耳からも入ってきてね、でそれが脳がいつも働いているわけですね。ですからその情報をシャットアウトする。ちょっとね、夜は一人になる時間っていうのもね、だからスマホをいじらないとかね、いろいろ音の出るものをスイッチオフにしてですね、そうやって自分を見つめるっていう、そういうのが自分でできればいいわけですけれど、また戻るとまたね、頭が働いたりで、また見たらね、頭の中がもし働いてるっていうのがすごく分かってね、それをすごく静寂にするまでは時間がかかるので、でもそういうものだと理解をしてね、あるがままを受け入れるってね、それだけでもすごくリセットできてね、皆さん心の中が整理されて充電されてね、またやる気が出てきたりすると思うんですね。で、本当の静寂をぜひ体験はしていただきたいんですね。逆にそういう一人になったらね、人によっては寂しいとかね、なんかそういうものを感じすぎちゃうとか、あるいはこれやらなくちゃあれやらなくちゃってことをさらに思い出してしまうとか、ごちゃごちゃになってたものが整理されて、これしなくちゃあれしなくちゃってね、そういう気持ちになるかもしれないし、外でお友達とワイワイしてる時は楽しいのでね、いろいろ過去のこととか思い出せないかもしれないけど、一人きりになった時何かいろいろネガティブなことを思い出すかもしれないし、その人によっていろいろ違うと思うんですね。ですから思い切って本当に静寂を体験する場合はね、リトリートにぜひ来ていただくといいのかなって、あなたが再生されてね、その静寂から全てが生まれるんですね。日本の人はすごい働き者ですからね、ねばならないっていう気持ちで生き続けて、これをしなければならない、あれをしなければならないってね、私たちは動いてるってことはいつもね、消耗なんですね。もちろんたとえいいことであってもね、疲れちゃうわけですよ。好きなことをして遊ぼうとかっていう、そういう回路の使い方もあるんですけれども、例えば芸術作品を見るとかね、音楽を聴くとか、それもすごく一つの頭を休めさせる方法ではありますけれども、さらに全部をねシャットアウトして本格的に深いところね、瞑想を体験していただくって根本療法をやっていただかないと、もうもう本当に忙しい世の中ですから、そういろいろものに依存して癖になってるね、それを取り除くことはなかなかできない。でまたご家族がいたらね、一人きりにもなれないみんなの、もちろん家庭サービスっていうのも大切なんですけれども、やはりそういうね、自分一人になる時間っていうのをね、徐々にそういう癖を身につけていくように、そうやっていくことが必要なんではないかなって。だから思い切ってそういう全部を断つっていうことで内側のパワーを目覚めさせるっていうね、そういう手法でねやっていただけたらなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひコメント欄にコメントなどをお寄せください。皆さんと共にさらに幸せな世界を作っていきますように、皆さんの応援をよろしくお願いいたします。